カナダ最大の都市トロントから404号線を北へ1時間。近代的な高層ビル群が霞むように遠くなると、道は古いオンタリオの平原へと続き、やがて小さな町クイーンズビルにたどり着く。1984年当時、ここは十字路の交差点に、雑貨店、教会、墓地、少しの家々が集まった一つかみの集落だった。この町の歴史は1800年代に始まる。十字路を中心に集落が形成されたことから、最初はフォーコーナーズと呼ばれ、その後、雑貨店を営んでいたウィリアム・ハケットという入植者の名前にちなみ、ハケッツコーナーズという名に改められた。1843年、この町は現在の名称であるクイーンズビルに再び改称された。当時のカナダはまだ、イギリスの植民地の一部であり、ビクトリア女王に敬意を表し、クイーンの名を冠した地名が付けられることがよくあった。人口はわずか860人ほど。住民たちは3世代前から同じ家に住み、同じ教会で祈りを捧げる。子供たちは土を掘り、滑り台を駆け下り、街灯がつく前に家へ帰る。食器の触れ合う音が夕暮れに響き、どの家の玄関にも鍵はかかっていない。そんな静かで穏やかな街の空気が一変したのは、1984年の秋のことだった。10月3日、一人の9歳の少女が突然、まるで煙のように姿を消した。その日を境に、この小さな町に不安と疑念が渦巻き始める。一人の男がやがて容疑者として逮捕されるが、この事件が真の解決を見るまでには、36年の歳月が必要だった。クリスティーン・マリオン・ジェソップは、1974年11月29日、クイーンズビルで生まれた。事件当時9歳、小学4年生だった。ジェソップ家は父ロバートことボブ、母ジャネット、14歳の兄ケニー、そしてクリスティーンの4人家族。町の典型的なカナダ家庭だった。クリスティーンは明るく繊細で、活発かつ思いやりにあふれた少女だった。学校が大好きで、毎朝スクールバスを心待ちにし、放課後は近所の友達とスポーツに熱中した。特に野球が大好きだった。だが、彼女が何よりも深く愛していたのは動物だった。彼女が4歳の頃にやってきたビーグル犬のフレックルズは、彼女の親友とも呼べる存在で、クリスティーンはフレッキーと親しみを込めて呼び、家の庭で共に駆け回っていた。兄のケニーは妹との日々をこう振り返る。妹と一緒に野球をしたこと、ボールの投げ方を教えたこと、妹が私のものをこっそり取って、それを追いかけて家中を走り回ったことをよく覚えています。妹は動物が大好きでした。どんな動物でも好きで、地下室の冷たい倉庫でヒキガエルを飼って世話していました。本当に心の優しい子でした。妹はきっと素晴らしい人間になっていただろうと私は確信しています。母ジャネットもクリスティーンが地下室でカエルのハロルドを飼っていたことを懐かしそうに振り返る。だから犬のフレッキーは地下室には絶対に降りようとしなかったのよ。ジャネットはある晩クリスティーンの寝室に小さなコウモリが迷い込んできた際のエピソードを語る。クリスティーンはそれが鳥だと思い込み、落ち着いた態度でその様子を眺めていたという。ある晩には生まれたばかりのひよこたちが寂しくないようにと外で一緒に眠ったこともあった。しかしジャネットは娘の人生がどのようになっていただろうかを語るとき、物憂げな表情になる。普通の人生を送っていたらいいなと考えるんです。結婚して子供もいて、きっと獣医になっていたでしょうね。それが彼女の夢でした。アリでもスカンクでもネズミでも、どんな動物も愛していました。母ジャネットは頻繁に近所の友人を招き、自宅の裏庭でバーベキューを催した。子供たちを自由に遊ばせ、地域の人々との交流を深めていた。クリスティーンと兄ケニーも、そうした和やかな集まりの中で、近所の子供たちと親密な交流を育んでいた。ジェソップ家は近所付き合いが多く、開かれた家庭だった。少なくとも、1984年の秋が訪れるまでは。1984年10月3日、午後3時50分、紅葉前線が徐々に南下を始め、低く傾いた夕日が、住宅街の木々に長い影を落としていた。黄色いスクールバスがゆっくりと静かな住宅地に停車すると、
扉が開き、子供たちの声が響いた。9歳のクリスティーン・ジェソップもその中にいた。彼女はいつもより上機嫌な様子でバスの階段を降り、運転手に小さく手を振った。音楽の授業で先生がリコーダーを配ってくれたのだ。それを母親と兄のケニーに早く見せたくて仕方がなかった。だがこの日、彼女を待っているはずの母ジャネットの姿はなく、自宅はひっそりと静まり返っていた。この頃、ジェソップ家は深刻な状況に置かれていた。父親のボブがオンタリオ州の矯正施設で服役中だったのだ。彼は公金横領の罪で18ヶ月の刑を宣告されたばかりだった。この日母のジャネットは兄ケニーを連れ、面会のために収監されているボブの元を訪れていた。ジャネットは9歳のクリスティーンをそのような場所に連れて行くのは適切ではないと判断し、学校から帰ったら愛犬フレックルズと一緒に家で待っているよう言い聞かせていた。フレックルズと静かに留守番をしているはずだったクリスティーンだったが、彼女は家を出た。いつものように自転車にまたがり、自宅から約500メートル離れた角の雑貨店に向かった。店主によれば、そこで彼女はお気に入りの風船ガムを買った。時刻は午後4時頃だった。とはいえこうした子供の自由な行動は、当時のクイーンズビルでは決して珍しいことではなかった。どこを歩いても顔見知りがいて、町の人々は互いを信頼し合い、子供たちは自由に遊び回ることが許されていた。それで何の問題もないと、誰もが考えていた。午後4時10分頃、母ジャネットと兄ケニーが帰宅した。だが、家の玄関で出迎えてくれるはずの娘の姿はなく、代わりに家には学校のバッグと、彼女がポストから取ったと思われる新聞紙という郵便物が残されていた。奇妙なことに、クリスティーンのジャケットが彼女の手が届かないほど高い位置のフックにかけられているのに気づいた。クリスティーンが一度家に戻ったことは明らかだったが、彼女の姿はどこにもなかった。ガレージにはクリスティーンの赤い自転車が倒れており、スタンドが壊れていた。午後5時頃になってもクリスティーンが帰宅しなかったため、ジャネットは探しに出かけた。彼女は公園や墓地を歩き回りながら娘の名を呼び、クリスティーンの友人たちにも電話をかけた。誰も彼女の行方を知らなかったが、友人のレスリーは4時頃にクリスティーンと公園で待ち合わせをしていたが、来なかったから家に帰ったと話した。曖昧な不安は確信に変わり、時計の針が午後7時を指した頃、ついに警察への通報を決断した。当時ヨーク地域警察は規模が小さく、住民860人に対し、警察官わずか1人という小規模な体制で、誘拐や殺人といった重大犯罪を扱った経験もなかった。その経験不足は即座に露呈した。現場に到着した巡査は、ジャケットを調べもせずにフックから外し、証拠品となるはずの郵便物のビニール包装は、指紋を取ることもなく捨てられてしまった。その後到着した刑事や近所の人々も、家の中を自由に出入りし、証拠となる可能性のあるものに次々と触れてしまった。こうして最も重要な最初の数時間で、多くの証拠が汚染され、失われてしまった。警察は近くの消防署に指揮所を設け、住民に協力を依頼し、地域の捜索を夜通し行った。だが、クリスティーンは見つからなかった。失踪は瞬く間に、テレビや新聞で連日大きく報じられた。身長約134センチ、体重約18キロという小さな体格の少女が行方不明になったという事実に、人々は心を痛めた。報道では、クリスティーンが最後に着ていたと思われる服装の詳細、事件の再現映像が繰り返し放映された。特に人々の記憶に残ったのは、彼女が持ち歩いていた可能性のあるクリーム色のリコーダーだった。それはアウロスというブランドのもので、側面には彼女の名前が書かれたマスキングテープが貼られていた。報道を見た住民や周辺地域の人々が応援に駆けつけ、最終的に数百人のボランティアが捜索に参加した。数日間にわたって350人の捜索隊が追跡犬や馬、モトクロスバイク、ヘリコプター、超軽量飛行機を使って周辺の農地と森林地帯、合わせて25平方キロメートル以上を捜索した。失踪から数日後、地元紙に掲載された記事は、事件の深刻さと関係者の苦悩を伝えている。ボブ・マコーズランド警部補は記者にこう語っている。
かなり厳しい状況です。現時点では手がかりらしい手がかりは一切見つかっていません。兄のケニーはこう話した。妹を最後に見たのは昨日の朝、いつも通り学校へ向かう姿でした。今は何もできず、ただ待つしかありません。それが本当に辛いのです。収監中の父ボブは電話で切実な訴えを送った。娘を傷つけないでほしい。どうかお願いだから。地域の不安は日に日に募り、10月20日にはクイーンズビル、ニューマーケットなどの周辺地域に住む700人もの子供たちが指紋を採取されるという異例の措置が取られた。これは万一の事態に備え、警察が身元を迅速に特定できるようにという地域の保護者たちの強い願いが生んだものであった。この取り組みを報じた新聞には、ボブがケニーを連れてショッピングモールを訪れ、指紋を採取した際のインタビューが掲載されている。なお、この時点でボブは人道的配慮により、刑務所から一時釈放を許されている。この取り組みで、たとえ一人でも多くの子供が救われるなら、それはやる価値があることです。クリスティーンが姿を消してからというもの、この地域では子供たちへの危険を誰もが強く意識するようになりました。私は娘が生きていると信じているし、必ず無事に戻ってくると祈っています。地元住民の一人は、地域全体に広がる不安を代弁するようにこう語った。万が一の恐ろしい事態が起きたとき、警察がすぐに使える子供の記録を持っていたいのです。ジェソップちゃんの失踪事件以来、考えられないようなことが身近な問題に感じられるようになりました。12月24日、クイーンズビルの街は、静かに降り積もる雪を背景に、色鮮やかなクリスマスライトで彩られていた。家々の窓には温かみのある明かりが灯り、暖炉の煙突から立ち上る白い煙が、冷たい空気の中で静かに揺れていた。だが、この華やかな風景の中で、ジェソップ家は全く違う時間を過ごしていた。何の感情も湧いてこないんだ。ボブはそう話す。ラジオからクリスマスソングが流れると、私はすぐにスイッチを切ってしまう。とても耐えられないから。外を見れば、誰もが幸せそうに準備を進めている。でも、私たちだけは取り残されたままだ。兄ケニーも、同世代の少年たちとは全く異なる心境でこの日を迎えていた。学校の友達は、クリスマスまであと数日だね、なんて言ってるけど、全くどうでもいい。僕は火曜日はただ寝て過ごすよ。同級生の少年たちが新しい自転車やホッケースティック、当時人気のレコードアルバムを楽しみにしている一方で、彼の心を占めているのはただ一つ、妹の生死を知らせる電話がいつかかってくるかということだけだった。電話が鳴るたびに飛びついてしまうんだ。奇跡が起きたことだってあるからね。ジェソップ家の家の中は、クリスティーンが姿を消した10月3日から時間が止まったように、何一つ変わっていなかった。彼女の部屋は、彼女が学校へ出かけたその朝のままの状態で保たれていた。ボブは、娘の部屋に時々入るのだという。明かりをつけて、テディベアをきちんと並べ直して、ベッドに腰をかける。時々そこに娘が寝ているように思えて、布団をかけてやりたい気持ちになるんだ。彼にとって最も辛いのは、娘が生きているかどうかさえわからないことだった。もし死んでいるのなら、せめて電話くらいしてほしい。彼らが名乗る必要もない。ただ、娘を連れ去った人間にも少しは人の心があるはずだ。私たちはもう、十分に苦しんできた。もし娘が死んでいると分かれば埋葬することができ、それで終わりにできる。しかし、この状況はまるで真空の中で生きているようなものだ。不確実性という重荷は、家族の心を容赦なく蝕み続けていた。希望と絶望の間を行き来する日々は、どちらかの確定的な答えよりも、はるかに過酷な試練だった。ヨーク地域警察はクリスマスイブの夜も、そしてクリスマス当日も、フルタイムで調査を続けていた。この時点で捜査ファイルは数百ページに及んでいた。しかしクリスティーンの消息は依然として途絶えたままだった。そしてクリスマスから数日後、誰もが恐れていた最悪の結末が、ついに現実のものとなる。クリスマスが終わり、人々が新年の準備に追われていた1984年12月31日、クリスティーンが失踪してからほぼ3ヶ月が経過していた。その日、
クイーンズビルから東に56キロ離れたダーラム地域のサンダーランドで一人の男が飼い犬を探していた。自宅に隣接する森林地帯。そこで彼は掘りかけの穴を見つけた。そのそばにゴミの山のようなものがあった。近づくとそれはゴミではなかった。ひどく腐敗した遺体だった。胸部に複数の刺し傷、一部は脊椎まで達していた。右足には幼い女の子用の下着が絡まり、遺体のそばにはリコーダーがあった。そこにはこうあった。クリスティーン・ジェソップ。その日のうちにトロントの法科学センターが遺体を確認し、それがクリスティーン・ジェソップ本人であることが確認された。遺体の発見場所は捜査官を困惑させた。なぜサンダーランドなのか。田舎道と農地と森林ばかりの場所。クイーンズビルから特別近くも遠くもない。理由が見えなかった。ジェソップ家にはダーラム地域とヨーク地域の刑事が訪れ、1時間以上をかけて事件の詳細を家族に伝えた。3ヶ月間、希望と絶望の間を揺れ動いてきた家族にとって、それは最も恐れていた瞬間だった。父ボブは新聞の記者にこう語っている。警察は 99.9% 娘さんを見つけましたと言いました。彼らは娘の衣服や彼女の名前が書かれた楽器を見つけています。娘で間違いないでしょう。私たちが待ち続けてきた希望はもう終わりました。検視の結果、クリスティーンの体には複数の刺し傷が確認され、死因は刃物による出血性ショックと判明した。下着からは犯人のものと思われる精液が検出された。彼女は性的暴行を受けていたのだ。わずか9歳の何の罪もない少女に襲いかかった凄惨な犯行の詳細は、これまで捜索に携わってきた数百人のボランティアや地域社会全体に恐怖と怒りをもたらした。こうして3ヶ月間続いた行方不明事件は、1985年の年明けとともに殺人捜査へと突入していった。クリスティーンの遺体がダーラム地域のサンダーランドで発見されたため、ダーラム地域警察が捜査の主導権を引き継いだ。捜査の中心を担ったのは、通称フィッツとシェップと呼ばれる2人の捜査官だ。ダーラム地域警察は、これまでヨーク地域警察が蓄積した捜査ノートをアマチュア的で時間の無駄として大部分を無視した。彼らは遺体から採取された犯人由来と思われる体液や繊維片を詳細に分析すると同時に、クイーンズビルの住民たち一人一人に対し事情聴取を開始した。彼らはこの犯行が無差別なものではなく、身近にいた人物が関与したものと考えていた。ジェソップ夫妻は家族がいない時でも家への出入りを許可していた人物の名前と連絡先を警察に提供した。しかし警察は彼らの中に怪しい人物を見つけ出すことはできなかった。そして捜査線上に浮かんできたのが、当時に14歳のガイ・ポール・モランという青年だった。彼はジェソップ家のすぐ隣に暮らすモラン家の次男だった。一家は DIY 精神にあふれる家庭だった。何でも自分たちで修理できる能力に誇りを持っていた。父アルフォンスは引退したエンジニアで、大学の講師も務めていた。アルフォンスはガイ・ポールが10歳の頃に溶接を教えた。機械式の時計を分解して部品を並べ、それを息子に組み立てて直させたりもした。父と息子は油や泥にまみれながら裏庭で一緒に車を修理した。それが彼らの日常だった。ガイ・ポールは当時地元の家具工場に勤務しており、主に木材の研磨作業を担当していた。サックスやクラリネットを演奏し、養蜂にも親しんでいた。クラリネットにおいては天才的で、複雑な曲をアンプで演奏できた。例えば、カール・マリア・フォン・ウェーバーの主題と変奏のような作品だ。クリスティーンが誘拐された当時、ガイ・ポールは3つのバンドで演奏していた。彼は一見して実直な生活を送っていたが、その内向的で寡黙な性格ゆえに、近隣住民の目にはやや奇妙な存在として映っていた。当初ガイ・ポールは、警察の注意を引く存在ではなかった。むしろモラン家はジェソップ家にとって親切で信頼できる隣人だった。事実、クリスティーンが失踪する数週間前、ジャネットは学校の緊急連絡先としてモラン家を指定したいと頼み、父アルフォンスは快くそれを引き受けていた。ガイ・ポールが捜査線上に浮かび上がったきっかけは、ジャネットの何気ない一言だった。
1985年2月14日、警察との面談でジャネットが、うちの隣人にちょっと変わった人がいる、と話したのだ。フィッツ刑事はメモにこう記した。クラリネット奏者、変人タイプの男。その走り書きは、ガイ・ポールの人生を大きく左右することになる。数日後の2月19日、フィッツとシェップはモラン家に対する本格的な監視を始めた。監視が始まると、ガイ・ポールの行動や態度は彼らの疑念を増幅させた。内気でぎこちない彼の仕草が挙動不審に移った。この青年は何かを隠している、との思いが固まっていった。2月22日、フィッツとシェップはガイ・ポールの事情聴取を実施した。2人はガイ・ポールに対し、クリスティーンとどの程度の面識があるかを尋ねたが、彼はほとんど知らないと答えた。彼は自分とクリスティーンが16歳以上も年齢差があるため、交流する機会はほぼなかったと説明した。彼女との関わりといえば、一度逃げ出した彼女の愛犬フレックルズを捕まえるのを手伝い、その際に園芸の話をしたこと、別の時にジェソップ家のストーブの修理を手伝ったことだけだったという。取り調べの中でガイ・ポールは、次のような趣旨のことを語ったという。幼い女の子はみんな可愛らしく美しいけれど、大人になると堕落してしまう。二人はそれを不適切で疑わしいものとして記録した。事情聴取においてガイ・ポールは、彼らが期待したような自白めいた発言を一切しなかった。しかし二人は彼への疑いを強めた。ガイ・ポールが遺体の発見場所を知っているような素振りを見せたからだった。二人はそれをおかしいと考えたが、実際にはこの情報は当時一般に知られていたものだった。さらに、自分が容疑者として扱われることに対するガイ・ポールの苛立ちと、時として皮肉交じりに自分の無実を主張する態度も反発的だと映った。その後の捜査で警察は、ガイ・ポールが勤めていた家具工場からタイムカードの記録を入手した。その記録によると、1984年10月3日、クリスティーンが姿を消した当日、ガイ・ポールは午後3時32分に職場を出ていた。それは彼がどんなに急いでも、午後4時14分より早く帰宅することは不可能で、午後4時10分にジャネットとケニーが家に戻る前に、クリスティーンを誘拐するのは時間的に無理だということを意味していた。しかし、一度疑惑の種を植え付けられた警察は、この明白なアリバイ証拠に十分な注意を払わなかった。捜査陣の多くは、この風変わりな隣人こそが犯人だという先入観を捨てることができなかった。2ヶ月後の4月22日、警察はついにガイ・ポール・モランをクリスティーン殺害容疑で正式に逮捕した。翌日の地元紙には彼の顔写真が大きく掲載され、隣人少女殺しの容疑者という衝撃的な見出しが躍った。逮捕後の取り調べで、ガイ・ポールは6時間にわたり一貫して自らの無実を主張した。彼は自発的に自身の血液や毛髪、唾液サンプルの提出を申し出た。しかし捜査当局は彼の言葉に耳を貸さず、クリスティーン殺害事件の犯人として起訴する道筋を進んでいった。ガイ・ポール・モランの最初の裁判は、1986年1月にトロント近郊で開かれた。検察側は冒頭陳述で、ガイ・ポールこそが隣家の9歳の少女を誘拐し、性的暴行を加えた上で残虐に殺害した張本人であると断言し、いくつかの状況証拠を法廷に提示した。第一の証拠はクリスティーンのネックレスに絡まっていた一本の毛髪だった。これはガイ・ポールの頭髪の特徴と一致したという鑑定結果が提示された。第二の証拠はガイ・ポールの車内で発見された3本の毛髪だった。これはクリスティーンの毛髪と一致したという鑑定結果が提示された。第3の証拠として、クリスティーンの衣服などから検出された微細な繊維が、モラン家のカーペットやソファーと、色や組成が一致するとの鑑定結果も示された。1980年代当時、DNA 鑑定はまだ導入されておらず、毛髪鑑定が重要な科学的証拠として扱われていた。だがこれらの鑑定は、現代の我々が理解する DNA 鑑定のような確実なものとは、程遠いものだった。当時の毛髪鑑定は、肉眼や顕微鏡を使って色や長さ、太さ、状態を目視で比較し、類似しているかどうかを専門家が判断するというものだった。この分析手法には、判断する者の主観的要素を排除することができない。後年の FBI の内部調査では、
1972年から1999年までの期間で実施された毛髪鑑定の約 96% に誤りや誤調が含まれていたことが判明している。恐ろしいことに、この中には32件もの死刑判決が含まれており、そのうち14人はすでに死刑が執行、あるいは獄中で死亡しているという。考えれば当然のことだ。同じ人物の頭髪でも、毛によってそれぞれ状態や特徴が異なるものだし、一本の毛の中でも毛先と毛根とで特徴が異なる場合さえある。しかし1986年当時の法廷ではこの技術が科学的で信頼性の高いものとして扱われていた。検察はこれら毛髪や繊維の鑑定結果をもって科学的にガイ・ポールが犯人であることが裏付けられていると陪審員に強く訴えかけた。さらにガイ・ポールの同房者だったメイという男と匿名のミスター X と呼ばれた人物が証言台に立った。彼らは口を揃えてガイ・ポールが拘置所内でクリスティーン殺害を自白したと証言した。しかし実際にはこのような自白がガイ・ポールの口から語られたことは一度もなかった。弁護側は鑑定の信憑性に強く反論した。弁護士たちは毛髪や繊維の証拠が実際には何も明らかにしないと主張し、検察側とは異なる見解を示す独自の専門家を証人として法廷に呼んだ。また工場のタイムカードに記録された退勤時間から客観的に計算すれば犯行を実行することは物理的に不可能であると主張した。裁判を傍聴した者の多くもガイ・ポールが明確に犯人だと言い切れるだけの証拠は提示されていないと感じたという。1986年2月7日、陪審団は評議の末に無罪の評決に達した。ガイ・ポールは釈放された。しかしこの決定によって事件が完全に終結したわけではなかった。わずか1ヶ月後の1986年3月4日、検察当局は裁判長の陪審団への指示に法的な誤りがあったと主張し控訴を申し立てた。1987年6月、オンタリオ控訴裁判所は検察の主張を認め、一審判決を破棄して新たな裁判を命じた。ガイ・ポールはこの決定に対し、カナダ最高裁判所に上訴した。しかし1988年11月17日、最高裁は彼の訴えを退けた。こうして、ガイ・ポールの法的選択肢は完全になくなり、再び殺人罪で裁判を受けることが確定した。2度目の審理は場所を変え、トロントから約 200km 西のオンタリオ州ロンドンで行われることになった。新しい環境、新しい陪審員、そして検察側のより周到な準備によって、ガイ・ポールの運命は再び法廷の手に委ねられた。1990年5月28日から始まった第2の裁判は、当時としては異例の約9ヶ月という長期間に及ぶ法廷闘争となった。検察側は前回の教訓を生かし、より戦略的で感情に訴える手法を用いた。毛髪繊維の鑑定結果を再び証拠として提出するとともに、ガイ・ポールの音楽への趣味を犯行に結びつける新たなシナリオを展開した。被告ガイ・ポールはクラリネット演奏の趣味を持っていました。新しいリコーダーを手にした無垢な少女クリスティーンを車に誘い込むために、彼は音楽という共通の関心事を巧妙に利用したのです。弁護側はこれを安っぽい心理学による推測に過ぎないとして一蹴したが、検察側はさらに新たな証人たちを法廷に立たせた。クリスティーン失踪の夜にガイ・ポール宅を訪れたという警察官はこう証言した。近所の少女が行方不明になったという深刻な事態にもかかわらず、被告は驚くほど無関心で冷淡な態度を示していました。ガイ・ポールと同じ地元バンドに属していたメンバーはこう証言した。クリスティーンの死について彼が見せた非常に無関心な態度にショックを受けました。まるで他人事のように話していたのです。検察はまた、クリスティーンの親友だった少女を証人として呼んだ。その少女はこう証言した。二人でガイ・ポールさんと話したとき、彼が植木ばさみを強く握りしめていて、指の関節が真っ白になるほどでした。被害者クリスティーンの母ジャネットも証言台に立った。彼女は娘の葬儀の席で、ある男性が突然、助けてくれ、神様助けてくれ、と悲痛な叫び声を上げたと証言した。彼女はその声の主がガイ・ポールだったと信じており、
罪の意識に苛まれ錯乱した叫びだったのではないかと感じたという。この母親の証言は陪審の心に強い印象を残し、被告ガイ・ポールへの疑惑を一層深めることになった。事件から8年後の1992年7月、評決が下った。陪審団はガイ・ポールを第一級殺人罪で有罪と評決し、終身刑を言い渡した。裁判官はガイ・ポールに何か述べたいことがあるか問いかけた。傍聴席が固唾を飲んで見守る中、青白くこわばった表情で被告席に座っていたガイ・ポールはゆっくりと立ち上がった。震える手で木製の手すりを握りしめ、こう言った。私はこの犯罪について無実です。ガイ・ポールの有罪判決後も、この裁判結果に強い疑問を抱く人々は決して少なくなかった。有志たちは地元を中心に、ガイ・ポール・モランに正義をという市民団体を結成し、活動を開始した。彼らがまず目指したのは、ガイ・ポールの有罪判決に対する控訴を全面的に支援すること、そして控訴審が行われるまでの期間、彼が保釈によって一時的にでも自由を取り戻せるように裁判所へ訴えることだった。そしてそれは成功した。1993年2月9日、ガイ・ポールは第一級殺人で有罪判決を受けていたにもかかわらず、保釈が認められたのである。刑務所に収監されてわずか半年余りで、彼は再び自由の空気を吸うことができたのだ。この異例の保釈が認められた背景には、裁判所内部でもガイ・ポールの有罪判決に対する強い疑念が存在したこと、そして支援者グループが新たに提出した証拠によって、控訴審で有罪判決が覆る可能性が高いと判断されたことがあったとされる。この成功を機に、支援グループはさらに体制を整え、活動をより広く組織的なものへと発展させた。団体はその後、冤罪者救済協会へと名称を変え、ガイ・ポール個人だけでなく、カナダ国内の冤罪被害に苦しむ人々を支援するため動き始めた。チームは、クリスティーンの遺体から採取保管されていた精液の DNA 鑑定を強く求めた。検察側もこの鑑定要求に応じ、証拠資料の再検証が正式に認められることになった。弁護団と支援者たちは控訴審に向けて着々と準備を進めていた。彼らは警察や検察が証拠として提示した毛髪や繊維の鑑定には科学的根拠が乏しいこと、そして囚人証言と呼ばれた刑務所内での自白なるものは明らかに信用に値しない利益目当ての偽証であったことを裁判で主張するつもりだった。しかし控訴審での口頭弁論が開始されるわずか数日前、事態は予想外の急展開を迎えた。彼らが準備してきた論点は重要性を失うことになるのだった。警察はクリスティーンの遺体から採取した犯人のものとみられる精液を慎重に保存していた。しかし初期の DNA 鑑定技術ではこのサンプルからの分析は困難を極めた。当時の鑑定技術では大量の高品質な DNA が必要であり、腐敗の進んだ生体資料や微量サンプルからは有効な結果を得ることがほぼ不可能だったからだ。1990年代に入ると DNA 鑑定技術は世界的な進歩を遂げ、飛躍的に精度が向上した。1990年代半ばにはわずか数ナノグラムの DNA サンプルからでも確実な鑑定が可能となった。オンタリオ法科学センターの科学者たちは10年間冷凍保存されていた精液サンプルの再分析に着手した。そしてその鑑定結果はガイ・ポールの控訴審数日前に彼らのもとに届けられた。そこにはこうあった。クリスティーンの下着から検出された DNA 型はガイ・ポール・モランのものとは一致しない。この決定的な結果は弁護団と検察の双方に同時に伝えられた。科学的事実の前ではもはや法廷戦術も推測も意味をなさなかった。検察はこの鑑定結果に大きな衝撃を受けたが、事実を前にして真摯に対応する姿勢を示した。そして法廷において次のような声明を述べた。この証拠は科学的に議論の余地がなく、ガイ・ポール氏がクリスティーン・ジェソップさんの第一級殺人の罪を犯していないことを証明しています。彼は無罪とされるべきです。1995年1月23日、オンタリオ州控訴裁判所はガイ・ポールに対する有罪判決を破棄し、正式に無罪判決を下した。法廷の前には多くの報道陣が詰めかけ、
この歴史的な判決を待ち受けていた。ガイ・ポールは報道陣に向けてこう語った。今日は DNA のおかげで最高の日になりました。この10年間ずっと私は無実でしたから。また彼は隣人だったジェソップ家に対し同情の念も述べた。彼らにとって娘さんを失ったことは本当に悲しい出来事だと思います。1985年4月の逮捕からすでに10年近くが過ぎ、実際に彼が刑務所で過ごした期間は合計で18ヶ月余りだった。検察と警察当局は誤った捜査によって無実の市民に耐え難い苦しみを与えたことを認め、正式に謝罪を表明した。オンタリオ州政府はガイ・ポールに対し保証金として125万カナダドルを支払った。ガイ・ポールは冤罪被害者として一躍メディアの注目を集めることになり、報道陣の執拗な取材攻勢を受けるようになった。その中でガイ・ポールは、私のような犠牲者を二度と生んではいけないと繰り返し語り、捜査や司法制度の抜本的な改善を強く訴えた。カナダ政府は事態を重く見て、事件の徹底検証を目的とした公的調査委員会、カウフマン委員会を設置した。委員会は延べ146日間にわたり公開ヒアリングを行い、120名以上の証人から徹底した聴取を実施した。1998年4月にまとめられた最終報告書、通称カウフマンレポートでは、全119項目にも及ぶ詳細な提言がなされ、警察司法当局の過ちが具体的かつ厳密に指摘された。レポートが指摘した冤罪の主な原因は、トンネルビジョン、視野狭窄だった。トンネルビジョンとは、捜査官や検察官が特定の仮説、この事件ではガイ・ポールが犯人であるという仮説に固執するあまり、他の可能性や証拠を客観的に評価できなくなる心理状態を指す。調査委員会は、この現象が事件の早期解決や有罪判決を求める強いプレッシャーの下で特に起こりやすく、どんなに優秀な捜査官や検察官でも陥る可能性があると警告した。そして、検察官や警察官の真の役割は単に有罪判決を得ることではなく、正義を追求することにあると強調した。ガイ・ポールの冤罪が証明された日、クイーンズビルの住民たちはようやく、モラン家派とジェソップ家派との10年間にも及ぶ辛い対立が終わったことに安堵した。89歳の地元住民は新聞の取材にこう語った。もちろん、私たちはどちらかの側に立っていましたよ。私たちは、彼が有罪だと思っていたんです。みんな、あまりにも早く結論を急ぎすぎたんですよ。なぜ、このような誤解が生まれたのか。町の住民の話によれば、ガイ・ポールは引きこもりがちで風変わりだった。クリスティーンが行方不明になった際にも捜索に参加せず、遺体が発見された後の葬儀にも姿を見せなかった。人々が支え合って暮らしてきた小さなコミュニティでは、そんな態度は異質なものとして映った。フィッツとシェップの事情聴取の時、ガイ・ポールは、クリスティーンが行方不明になった夜、なぜ捜索に参加しなかったのかと聞かれ、こう答えている。ジェソップ家から頼まれれば、もちろん参加していました。彼によればその夜は、父親と一緒に家の基礎部分に排水タイルを設置しており、町中がすでに捜索に参加しているようだったため、自分一人が参加したところで大した違いはないと考えたのだという。理性的で合理的な考えを最も重視するガイ・ポールにとって、この説明は完全に理にかなったものだった。しかし当時の刑事たちにとっては、その考えは理解できないものだった。また、幼い女の子はみんな可愛らしく美しいけれど、大人になると堕落してしまう、という趣旨の発言についてだが、刑事は雑談として、クリスティーンについてどう思っていたかと尋ねた。ガイ・ポールは優しくて無邪気な子だったと答えた。そして、会話に空白ができるのを避けようと、つい思い浮かんだことを口に出す癖があったガイ・ポールは、一言を付け加えてしまったのだ。でも、そういう子でも大人になると時に堕落してしまいますね。つまり彼は、少女は大人になるにつれ、子供らしい純粋さを失うという、特に物議を醸すほどでもない話をしたつもりだった。しかし刑事たちにとってこの発言は、動機を示すものに等しかった。自分たちの価値観では理解できない変わり者だからといって、それが犯罪を犯すことを意味するわけではない。ガイ・ポールの冤罪事件は、この小さな町に重く苦い教訓として刻まれた。
地元紙トロントスターは事件をこう総括している。この恥ずべき事件から私たちが学ぶべきことは、普通ではないとか、周囲の期待通りに振る舞わないとか、あるいは風変わりであるということが、犯罪者であることを意味するわけでは決してないということだ。ガイ・ポール・モランは無実の人間だったのだ。モラン家はこの事件を通じて想像を絶する苦難を味わった。一家は殺人者の家族というレッテルを貼られ、地元で村八分状態となった。近所との交流が断たれ、誹謗中傷や嫌がらせにも苦しめられた。また、裁判費用や弁護士費用の負担が家族を経済的に苦しめた。ガイ・ポールの両親は息子のアリバイ証言を支援したが、警察や検察から虚偽の証言をしているとして非難された。一方のジェソップ家もまた、長年にわたり世間の好奇の目や噂にさらされ続けた。夫妻の結婚生活は破綻し、1990年代に離婚。家族は町を去ることになった。以来現在まで、ジャネットとケニーはボブと音信不通の状態が続いているという。ガイ・ポールの身の潔白は科学的に証明された。しかし、それは同時に新たな重大な疑問を提起することになった。真犯人はどこにいるのか、この悲劇は再び振り出しに戻ってしまったのか。必ずしもそうではなかった。無実のガイ・ポールを救った DNA 技術は、同時に犯人の DNA プロファイルを明確に特定していたからだ。1995年2月、ガイ・ポールの無罪確定後、オンタリオ州司法長官事務所は、ダーラム地域警察からトロント警察に事件を移管した。警察は犯人の DNA プロファイルをデータベースに登録し、長年にわたり継続的に照合を行ってきた。だが、DNA がマッチすることはなかった。状況が大きく動いたのは、事件から実に36年後の2020年のことだった。この年、トロント警察は新たな捜査手法として、遺伝子系譜学による捜査手法を導入する決断を下した。この技術は、犯人が残した DNA を起点に、系譜学データベースを利用して遠い血縁者を特定し、家系図分析により容疑者を絞り込む先端的な捜査手法である。2018年以降、この技術により650件を超える刑事事件が解決され、318名の加害者が特定されている。トロント警察はこの最新技術を活用するため、テキサス州ヒューストンに拠点を置く DNA 解析専門企業、オスラムに協力を要請した。オスラムは過去にも数多くの未解決事件を解決に導いてきた実績があり、高度な遺伝子系譜解析の能力を持つ研究所である。オスラムは、36年間保存されていたクリスティーンの下着から採取された精液の DNA サンプルを分析。その結果を GED マッチとファミリーツリー DNA の系譜学データベースにアップロードした。マサチューセッツ州の法科学系譜学者、アンソニー・レッドグレーブが加わり、6ヶ月間の集中的な研究を行い、家系図を何度も構築する作業を繰り返した。そして2020年9月、ついに一人の男の名前にたどり着いた。男の名前はカルビン・フーバー。1984年当時に18歳の男だった。あとは、このフーバーの DNA と現場で採取された犯人の DNA を直接比較するだけだった。しかし、ここで予期せぬ問題が発覚した。フーバーはすでにこの世を去っていたのだ。2015年、事件から31年後、彼は自らの罪を償うことなく、オンタリオ州ポートホープの自宅で自ら命を絶っていた。だが、不幸中の幸いと言うべきか、フーバーが死亡した際、正式な検視が行われており、その際に採取された血液サンプルが研究所に保管されていた。警察は直ちにその血液から DNA プロファイルを再構築し、犯人の DNA との直接比較を行った。そして、2つの DNA は完全に一致した。これにより、36年の歳月を経て、ついにクリスティーン・ジェソップを殺害した犯人が明らかになった。2020年10月15日、トロント警察本部で記者会見が開かれた。On Friday, October 9th, 2020, we positively confirmed the identification of the person responsible for the DNA sample found on Christine's underwear. Calvin Hoover of Toronto, Ontario, was 28 years old in 1984. He died in 2015. However, if he were alive today, the Toronto Police Service would arrest Calvin Hoover
for the murder of Christine Jessup. There is nothing I can say today that can reverse the tragic events of 36 years ago. There are no winners in this announcement, and this is not a reason to celebrate. It does, however, allow us to take a major step forward in our efforts to bring justice to Christine's family. この発表を受けて、長年にわたり冤罪の苦しみに耐えてきたガイ・ポール・モランは声明を発表した。トロント警察が事件を解決してくれたことに感謝しています。1995年1月に DNA が私の無実を証明したとき、いつの日か DNA が真犯人を明らかにしてくれると確信していました。そして今、それが現実となりました。何よりも、クリスティーンの母ジャネットさんとご家族のために、心から安堵しています。これで少しでも心が休まることを願っています。1984年にクリスティーンを失って以来、彼らは36年間、絶え難い苦しみを経験してきました。カルビン・フーバーは事件当時28歳の職人で、酒、パーティー、ギャンブルを好む男だった。部屋全体を包み込むような人を引きつける魅力を持っていたが、一方で極端に自己中心的な性格であり、自分の欲求を満たすこと以外にはほとんど関心を持たなかったという。見知らぬ人や同僚には愛想よく振る舞ったが、彼をよく知る人々に対しては、しばしば意地悪で執念深い一面を見せた。彼が捜査線上に上がったことは一度もなかった。だが、実は当時の捜査官たちは彼の名前を知っていた。思い出してほしい。事件が殺人事件に切り替わり、捜査が始まった当初、ジェソップ夫妻は家族がいない時でも、家への出入りを許可していた人物の名前と連絡先を警察に提供していた。警察は彼らの中に怪しい人物を見つけ出すことはできなかった。このリストにカルビン・フーバーがいた。実はクリスティーンの父ボブとカルビン・フーバー、その妻ヘザー・フーバーは小さな通信会社で働く同僚で仲の良い友人でもあった。ヘザーは時折クリスティーンの子守りをし、クリスティーンは彼女のことをヘザーおばさんと呼んでいた。両家族は50キロ以上離れて住んでいたにもかかわらず、バーベキューをしたり、頻繁に会ってお茶を飲み、子供たちが遊ぶ姿を見ながら一緒の時間を過ごした。クリスティーンが失踪した翌日、ヘザーはジャネットを慰め、できる限りの手助けをするためにジェソップ家を訪れていた。この時、ヨーク地域警察のレイモンド・バンス巡査部長が彼女に事情を聞いている。ヘザーはクリスティーンが失踪した日、自分は仕事をしていたと説明した。夫のカルビンも同じく仕事をしているものと思い込み、そうバンスに伝えた。長々と続く質問に答えた後、ヘザーは子供たちのために早く家に戻らなければならないと告げた。会話はそこで終了した。バンスはそれ以上追及せず、その後、警察はカルビン・フーバーに話を聞くこともなかった。クリスティーンが行方不明になる2日前の1984年10月1日の夜も、ジャネットはクリスティーンとケニーを車に乗せ、フーバー家を訪れていた。その訪問中、ジャネットは話した。2日後に刑務所のボブに面会に行く予定だが、クリスティーンはあまりに幼くて、そんな重苦しい場所に連れて行けない。おそらくカルビンはその会話を耳にした。あるいはヘザーが後で、夫に何気なくその話を伝えた可能性もある。いずれにしても、フーバーはクリスティーンが家に一人になることを知っていた。カルビン・フーバーが犯人だと断定され、遺体の発見場所の謎も解決した。フーバーには遺体発見場所から、わずか数キロの場所に住む学生時代からの友人がいた。彼はその友人とよくカヤックをしたり、キャンプをしたりしていた。そのため、この地域の土地勘があった。どの裏道からでも、数メートル森に入れば誰にも見られず、誰にも邪魔されないことを知っていた。警察が変人として疑った隣人のガイ・ポールは、クリスティーンが行方不明になった夜、捜索に参加しなかった。合理的すぎる思考があだとなり、疑いの目を向けられた。一方、真犯人のフーバーは何をしていたか。彼はクリスティーンが行方不明になった後、家族と一緒に一生懸命に捜索に参加した。そして彼女の死亡がわかると、葬儀だけでなく、その後の通夜にも平然と参列した。悲しみに暮れる人々の中に紛れ込んだ。ジェソップ家に弔意を伝えた。涙を流す遺族に慰めの言葉をかけた。彼の妻ヘザーは、
クリスティーンが生前にくれた写真を大切に持っていた。それは短くも美しい人生を送った少女を忘れないための記憶だった。その後、ヘザーは頻繁にクリスティーンの墓を訪れ続けた。そんなヘザーにフーバーは同情的な態度を取り続け、慰めの言葉を与え続けた。彼は人々が求める普通の反応を演じていた。人々が期待する正常な振る舞いを熟知していた。社会が異常と判断したのは、内向的で合理的思考を重んじる無実の隣人だった。真犯人は正常の仮面をかぶり、誰の疑いも受けることなく、31年間、自由に生きた。Said hi, and he said, "Are you ready?" I said, "Ready for what?" And he said, "Are you ready for me to tell you who did this?" And I said, "You're kidding." And he said, "No." And he told me. What was your immediate reaction when you heard? I was numb. And first of all, I didn't even realize. Well, then he mentioned his wife, and then I knew. What was his wife's name? Heather. What was the connection? Well, we were friends. We saw a fair amount of them socially, and they had 2 boys, and all the kids would go and play together, and we'd have a group of people up for a barbecue and what have you. So socially, we just got together the odd time. Were their boys the same age as your daughter? I think they probably were, if I remember correctly. At the time, did you suspect him at all? No. Not at all. No. Do you remember how he was reacting at that time? If he was helpful with the family trying to search and things like that? Anything like that? Yes, he was on the searches with us. Everything seemed very normal. I mean, I never had an inkling that anything was wrong. So he helped you search for your missing daughter. He did. He was on the searches. How disgusting is that? How disgusting is that? Awful. Or maybe he was trying to live with her. I don't know. I'm only guessing. I was stunned. You could have knocked me over with a feather and buckled my knees. Can you go? Relief. Yes, finally an answer. And then they said who it was. And it was just the opposite end of the scale. Just devastated, betrayed. This was a person my family trusted. He'd searched for her in the fields. He was at the funeral with his wife. He was at our house after the funeral for the wake. Like, that's some freaking nerve. And it's turned to anger. My emotions are all over the map. I'm up, I'm down, I'm angry, I'm happy. It just, nothing in this case went normal. And it's just fitting that the end is the same way. I would have loved to have seen him brought to justice in 1985 instead of chasing a ghost in Guy Palmerin. Thank God Guy Palmerin can finally walk around and not worry about people saying things behind his back. Anybody who's been looked at in this case, or someone's given a side eye to, now, no. They all have vindication. They all have clearance. クリスティーンの命を奪った犯人はもはやこの世にいない。それでも事件は決して風化しないだろう。この悲劇が問いかけるものはあまりに多い。カウフマンレポートにおける提言は、控訴法をはじめとした法改正や制度改革を通じて実現され、カナダ司法制度の公平性、正確性、透明性の向上に大きく貢献した。特に取り調べの録画録音の義務化や、刑務所内情報提供者の証言の厳格な取り扱いは、現在もカナダの司法制度における重要な基盤となっている。また、この事件をきっかけに、冤罪救済団体であるイノセンスカナダが誕生し、
数多くの冤罪被害者が救われる道筋も生まれた。クリスティーン・ジェソップ事件がもたらした司法制度の変革は、未来の冤罪を防ぐための重要な礎となり、カナダ社会に長く残る遺産となっている。そして何より、この事件は教えている。普通ではない人間を疑い、普通に振る舞う人間を信じる危険性を、偏見や先入観がどれほど真実を見えなくさせるかを。オンタリオ州クイーンズビル、トロントから北に約60キロの場所にある墓地に、クリスティン・ジェソップは眠っている。墓石の前にはいつも多くの花が供えられている。2020年10月、その中に黄色い花の新しい花束と小さなメッセージカードが添えられた。犯人特定のニュースが報じられた日付の記されたその花束は、36年という長き眠りについていた少女の魂に捧げられた地域の人々からの祈りのメッセージだった。直接会ったことはないけれど、あなたを愛していた人たちを私たちは知っています。どうかその美しい魂がようやく安らかに眠れますように。We can really look back and just focus on the good memories. It's done. It's finally over. 最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。もしこの動画が興味深く、心を動かされたと感じていただけたなら、ぜひ高評価ボタンをお願いいたします。まだチャンネル登録をしていないという方は、この機会にぜひチャンネル登録をお願いいたします。